端のクリエイター偉人伝。ではここからは進行が変わってバイキング公式広報キャラクターのハローひかりが進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2025年2月に発売された怪異を解き明かすミステリーアドベンチャーゲーム都市伝説解体センター。ここからは本ゲームの開発プロデューサー林誠さんを交えて集英社ゲームズや都市伝説解体センターについてより詳しく追求していきます。それでは進行のひかりちゃん、よろしくお願いします。まずですね、なぜこちらの都市伝説解体センターをドット絵のデザインにされたんですか？もともとはこの開発チームが和街道誠の事件簿という一つ前のゲームを作ったんですね、それがドット絵はドット絵だったんですね。昔ながらのドット絵じゃなくて今のイラストレーションに近いなっていうすごい今っぽいなと思ってこれを発展させませんかっていうのはこっちから相談したっていう感じで、あとドット絵ってミステリーとの相性がすごく良くて、いやめちゃくちゃ良かったです、ね、ミステリーってこうちょっと行間の書かないところをフル CG でやると全部見えちゃうんですよ。そこをいかにちょっと見せないかっていうところがドット絵だとできるっていうのはすごいあって、確かに結構ドット絵になると怪しい雰囲気が出るイメージが結構あって、1枚の絵を描いた上で一からドット絵を打ち込んでるっていうのを見させていただいたんですけど、やっぱりああいう1枚のドット絵って、ちょっとどれくらい時間かけて。そうですね、ものにもよるんですけど、一応ですねデザイナーに聞いたところ、本当ね小さいものだと2時間とかそのぐらいで終わってしまうものもあるんですけど、キービジュアルなんかはもう2日ぐらいかけて作ってるので、結構やっぱ時間かかる。やっぱりその使い用途によって結構時間かけてやってるっていうのもありますし、開発チームはあれ4人なんですよ。少ないですね。でその線画のキャラクター描いてる吉川さんっていう人と、あとドット打ってるおでんさん、もちろんちょっと手伝ってくれる人たちは周りにいるんですけど基本その2人なんです。すごいな。でドット打ってるのはおでんさんだけなのですごいこう本当に大変というか、でもこだわってて、これ小規模開発の面白いとこなんですけど、例えば顔の表情ってゲームで作る時って、じゃあこのキャラクター何パターンですとか、笑顔は何パターン、泣きが何パターンとかって先に詩を決めるじゃないですか。都市伝説解体センターって決めてないんですよ。なのでこの表情欲しいなと思ったらお姉さんが無理すれば作れるみたいな状態なので日に日に増えてくるんですよ。ちょっとした差分とかちょっとした眼鏡かけてるとかって分けていくと、最終的にいくつあるのって聞いたらあざみちゃんだけでね50いくつあったんで、そうなんですか。これね小規模開発の良さだと思うんですよ ね。必要なら作っていけるみたいな、なんかねそこが多分ドットのねすごくこうフレキシブルに作れる良さでもありましたね。なのであざみちゃんの表情って結構豊かだったかなって感じですね。手の動きとかも地味にねこうドット絵で動いてたり動いてましたね。ああいうのもすごくクリエイターのなんか遊び心というか、なんかそういうところから生まれてる感じですかね。墓場文庫のメンバーたちが、自分たちで決めたんですけど、特にそのドッターのおでんさんが、シティハンターのゲットワイルドが流れる時の、ちょっとこうまだお話が終わってないところからイントロが流れ始めてっていうのをやりたいっていうのを言い始めて、やり始めたかった感じなんですね。そうなんですね。もともとはですねこのゲーム最初のうちは4話ぐらいまで無料で展開しようって言ってたんですよ。で5話6話を有料販売みたいなことをしようかみたいなことを言ってたんです。だから1話ずつに2話をプレイしてもらうためのそのフックを作んなきゃいけなかったんですね。そのフックに音楽を足したらいいんじゃないかっていうふうに最初言い始めて、音楽を作りましょうと。ドラマのエンディングみたいなのがいいんじゃない、竹内まりやさんみたいにみたいなことを僕が言ってたら急に上がってきたのがラップだったんでラップと思って、これはおじさんの判断では良くないと。なるほど。うちの若い宣伝の人ですね聞かせたら、かっこいいじゃないですか、すごいいいじゃないですかって言って、よしこれはラップでいこうそうですねなので最初林さんラップ最初反対しましたよねそりゃ急にラップ来たら反対するよとか言ってたんですけど
ゲーム発売した後曲がいいっていうので、カラオケで歌いたいとか、みんなで動いてカラオケなんとかしなきゃいけない、さっき言ってた坂本さんに連絡だって坂本さんに手伝ってもらえませんかとか、あれもお客さんが言ってくれなかったら僕たちやるつもりはなかったので、そうですお客さんから欲しいって言われたんで、欲しいというなら頑張りましょうって言って、楽しめるというか、そうですね、プロジェクトを楽しめるって感じで、ゲームの合間にかかるんで、やっぱみんなが何度も聞くんですよね、そうするとやっぱりその予想してなかった浸透をしたというか、これはすごい僕らとしても新しいやり方を見つけたなっていう感じです。まさにゲットワールドですね。そうなんですよ、6章終わった後の最後のエンドロールのとこで歌詞もしっかり下に出てきたのがすごい私ありがたくって、そのもう6章の内容とすっごいリンクしたりとかするところもあって、もうめちゃくちゃ好きで、もそれからもうずっと聞くようになりましたね。僕はエンディングの後のエピローグというか、あそこは全く知らないんで、出来上がってから見せてもらったんでってなりましたけどそうですよね。そんなことあるんですね。開発チーム結構いたずら心があって、でもそれもいいですね。開発の途中になんかねちょいちょい入れてくるんですよいたずらを。それは驚かしたいからとか、だから他の人がやってるの後ろで見てたら、知らないぞこの絵みたいな楽しい。それも懐かしい感じがしますね、そういう作り方も。ありがとうございます。集英社ゲームズから本当に開発チームにお願いしたのは、キャラクターの魅力をすごく強く打ち出したいなっていうのは、あったんですよ。で、集英社でアドベンチャーゲームやるんだったら絶対そこは強く打ち出した方がいいなと思ってたので、彼らが前作作ってたのよりもアップしたい。なのでバストアップのカットを入れてほしいとか、キャラクターの関係性がゲームの前半と後半で進んでほしい、仲良くなっていってほしい。そういうところはすごくお願いしたりとかはしましたし、キャラクターの魅力の深掘りみたいなものもすごく考えてもらった感じですかね。僕もいろいろ、うちでもオリジナルゲーム作ってるんですけど、やっぱキャラクターの魅力とかキャラクターの立ってる感じって重要じゃないですか。そうです。でもそれをどういうふうになんていうんですかね、コーディネートしていくべきなのかなっていうのがすごい課題で、僕の中のなんかそういう意味で言うと、彼らはミステリー畑の人たちなんですね、シナリオがやっぱり。ミステリーのキャラクターをちょっと漫画的に少ししてくれてるんじゃないかなと思って、それは僕らが集英社ゲームズだっていうこともあって、自分たちが一番好きなミステリーの小説よりはちょっとミステリー漫画みたいな認識のもとをちょっと作ってってくれてるのは感じてたというか、そこら辺がすごく表情の量も含めて漫画的というか、キャラクターの魅力を作る中心になってる感じがしますね。もうその辺のキャラクターを立てていくとか、そのなんですかね、人間関係とかも全部込みでも4人のチームの中で全部できてるんですか。基本は4人おー、すごい。で、誰かが一人で決めてるって感じでもないんです。あ、そうなんですか。シナリオもそうで、ミステリーの根幹を作ってるのは実はエンジニアなんですよ。かといって彼だけで一人書けるかっていうとエンジニアでそうでもないんですよ。トリックではなくて構造みたいなところを少しゲームに寄せて作っているのがもう一人いて、でその人から今度はキャラクターの深掘りとセリフはまた別の人にバトンするんです。すごいキャッチボールできてますね。4人の中では共通意識ができてるんですよ。だけど4人で口頭で決めてるから記録は残ってないんです。あ、なるほど。そこがね一番難しくて、キャラ立たせたいんですよ。立たせたいですよね。立たせたいんですよ。やっぱりそういう意味ではアドベンチャーゲームってやりやすかったなとは思うんですね。アクションゲームとかに比べるとやっぱり読み物とかドラマとか映画見てるようなイメージで少しゲームを遊べる感じの分、自分とは違う分キャラクターをいろいろと魅力的に作ろうっていうのはできましたね。結構そのサブキャラもよくわかんない格好してたりとか、なんでライターなのにガスマスクをしてるのかもよくわかんないんですけど、でもそういうとこですよね。あんなキャラの立たせ方は珍しいですけど、ああいう立たせ方で人気になっていくっていうのがすごい面白いなと思いますし。そうですね、人気ゆえに小説版の方にも出てきたりしますもんね。松田っていうキャラクターががっちりした男の人がいるんですけど、その松田が話題になった時に別でマッチョの人がポメラニアンを抱えてる写真が別で流行ったんですよ。でどっかの人がそれを混ぜたんですよ。そしたらいつの間にか松田とポメラニアンはセットになってて僕らの手からキャラクターが離れてってお客さんたちの中でキャラクターを育ててもらってる感じをすごい実感したというか、
愛されてんなーっていう感じが愛されてますねしましたね。次回のクリエイター偉人伝は最後までご視聴いただきありがとうございました。バイキングチャンネルではゲームがもっと好きになる、そんな情報をたくさん発信していきます。